どうも、田舎もんです。お久しぶりです。もともとこんな感じで、ゴミが溢れ返っていた物置を片付けていきまして、みんなのね、協力を得て、地面にコンクリートを打って、なんとかね、生活らしきものができるようになってきました。床は歪んでるんですけどね。で、前回はね、裏庭の方、家の北側なんですけども、水がね、こんな感じで溜まっちゃうので、とりあえず物置の中にね、水が入ってくると困るので、こんな感じでコンクリートを打って固めていきました。出来栄えはね、いつものごとく、加減な感じで出来上がりました。そして季節的にそろそろね、梅雨が始まるので、これ裏庭なんですけども、草がボーボーでね、このままじゃいけないなと思って草刈りをしようかなと思いました。ただ草刈りをしようにもこんなね、でっかい木がゴロゴロ転がってて、草刈り機も入んなくてね、なんでこんなことになってるかっていうと、だいぶ前にマーシーさんに手伝ってもらって、庭に生えてるね、木をバンバン切っていったんですよね。今見返したらこれかなりひどいですよね。もう雨どいとかだいぶ傷みましたからね。彼の協力を得て、庭がね、だいぶすっきり風通しよくなったんですよね。これ片付けるのまた1日だよ。また来てあげたいぐらいだけどね。マーチーさん仕事早いでな。で、マーチーさんはね、1日で片付くって言ったんですけども、それから3ヶ月経ちました。何にも変わってないんですよね。もうええ加減ね、さすがに処理していかんとまずいなというふうに思いまして、転がってる木をね、チェーンソーで細かく切っていって、薪ストーブで使えるようなね、薪として使える部分は保管していって、こういったね、小枝、ちっちゃい枝は、もうとりあえずね、庭の隅っこの方に積んでいって、草刈りをしやすいようにしていきました。こんな感じで、庭の隅っこの方にね、とりあえず積んでいったんですけども、いやー、これやばいっすよね。このまま腐らすっていうよりか燃やした方がいいかもわかんないですね。そして薪はとりあえずこんな感じでね、積んでいきました。そしてようやく草刈りの方に入れるので、燃料を作っていきましたね。ガソリンとね、エンジンオイルを混ぜるだけなんで、僕も計算が苦手なんですけどね、こういうタンクにちゃんとどれだけ入れたらいいかって書いてあるんで、結構簡単に作れます。で、草刈り機にね、燃料を入れていくんですけども、実はですね、最近まで借り物の草刈り機をずっと使ってたんですけども、ええ加減ね、自分のやつを買わないかんなと思いまして、新車をね、買いました。いや、さすが新車、エンジン一発始動ですよ。ちなみにこの庭はね、家の南側にあるもので、庭が南と北に2つあるんですよね。なので、この時期は本当にね、草ボーボー生えてきますからね、もう草刈り、庭の手入れが大変になってきますよね。まだこちらね、北側の庭に帰ってきまして、こんな感じで綺麗に、綺麗かどうかは怪しいですけどね、刈り取りました。ちょっとはスッキリしましたよね。でもね、振り返ってみると、こんな感じで、家から出てきた廃材が山盛りになってましてね、もうこんなもどんどん腐っていくし、灰を処分したらんと、いやーこれやばいなと思いまして、薪棚を作ろうかなというふうに思い立ったんですよね。はじめはね、廃材で薪棚作れたら安く上がるしいいかなと思ったりもしたんですけども、やっぱりね、長持ちするものを作りたいなと思いまして、単管パイプを使用して薪棚を作っていくことにしました。いやー、まさかね、これがね、そんなにお金かかることになるとはね、この時は思わずやってましたけども。で、これ一応ね、錆止めにローバルっていうのがいいっていう風にネットで書いてあったんで、断面にね、気持ちの問題ですけどね、振りかけておきました。で、基礎はですね、ブロックで立てるような感じで作っておきました。水平はいつものごとく、大体な感じで出してあります。で、どっちみち僕の性格を考えて、この草取りね、絶対めんどくさがってこの下やらなくなるんで、あらかじめ防草シートを引いておくといいかなと思って、一応引いておきました。
こんな感じで柱をブロックの穴に入れて、コンクリートで固めていくっていう感じですね。ただやっぱりね、サビのことをいろいろこう不安に思いすぎて、キャップをつけた状態で埋めていったんですよね。これはちょっと間違いだったかなと思ったりもします。さらにこういう風に枠をつけてあげると柱が自立するので、作業がとてもしやすくなりますよね。そしてそれぞれの水平を確認して、若干ずれてるやつはあったんですけどね。これはちょっと後で直しておきました。こういったね、地道な作業があんまり僕は向いてないんでね。こういうとこですよね。こういうとこしっかりできるようになると、DIY のレベルがね、一段と上がるのかなと思いながらも、ちょっとずつ妥協しちゃう癖が抜けないですね。そんな感じで自分自身を戒めながら、なんとかね、自立するようになったので、今度はコンクリート、またコンクリートですよ。本当に3日に1回ぐらいコンクリート練ってるんちゃうかなっていうぐらいね、コンクリートばっか練ってますよ。そしてコンクリートを流し込んで柱を固定していくんですけども、ちょっとここでね、誤算でした。前面2つに使ったブロックの穴がちょっとちっちゃくてね、コンクリートがうまく入っていかないんですよね。モルタル選ぶべきやったんかなと思いつつも、もう今更どうしようもないんで、鉄筋でつっついて、なんとかやってましたけども、途中で気がついて、これ揺すってあげると結構スムーズにね、流れ込んでいくんで、これでいこうかなと。調子に乗って拳でガンガンしてたら、後で手の皮ががっつりむけてましたけどね。で、流し込んで余ったやつは、バーっとね、固めておきました。イメージと全然出来上がり違うんですけどね。とりあえずこんな感じで柱が固定されました。で、続いてですね、上の部分を作っていきます。単管パイプでこういったしっかりしたものを作るっていうのはまだ2回目ぐらいなんでね、時々クランプの意味がわからなくなってね、よくよく考えたらこれ結局この手持ちのやつでは足りひんやみたいな、そんな感じで何回もホームセンターを往復して、時間とお金と結構垂れ流しながら作業を進めていきました。で、ここまでやってですね、柱が現状4本なんですよね。で、その上に薪が多分1トンぐらいになるんでしょうかね。乗って重み耐えれるかなと思って、もう1本柱をね、足すことにしました。で、初めはね、石でいこうかなと、ちょっと楽しようと思ったんですけども、いやいや、ちゃんとやろうと、さっきの反省をね、思い出しまして、ちゃんとやっていきました。で、掘ってるとですね、またここにね、ちょうど木の根っこがありましてね、これ取るのなかなか苦労しましたよ。こんな感じで穴が掘れたので、砂利を入れて、その辺に転がってた境界の棒でね、突き固めていきました。っていうか、その境界の棒が転がってるってあんま良くないんじゃないのって、思ったりもしたんですけどね。で、またね、コンクリートを練って固めていきます。やっぱりね、風が怖いので、なるべく基礎はね、しっかりとしておきたいなと思うんですけども、でもこんだけやってると本当に作業が進まないですよね。例のごとく余ったコンクリートはこんな感じでがっちりとね、固めておきました。やっぱりイメージ通りできないですね。またホームセンター行ってきて、タルキを買ってきました。タルキももともとはね、廃材でいけるかなって思ったりもしてたんですけども、統一感のあるタルキがなくて、
ガタガタになるよりかはね、まあちゃんとしたものを使うかと思って、で、この上に乗ってね、作業もするので、ある程度厚みがないと不安だなっていうのもあって、まあ結局ね、お金を出して買ってきました。で、タルキをね、横へ渡す風に行こうかなと。まあそれが正解なのかどうかちょっとわかんないんですけども、まあそういう風に思って、で、真ん中にもう一本ね、単管パイプ足さないと、タルキの強度が保てないかなと思って足してきました。またここでもね、余計にお金使って、本当にどんどん財布からお金が消えていきます。まあそんなことをね、心の中でぼやきながら、タルキ止めクランプを止めていってたら、まあ空模様を見てもらったらわかるようにね、もう雨降る寸前で、止め終わった頃にはかなり本降りになってきました。なので、外での作業は一旦終了にして、タルキをね、まあ、せっかくだから防腐剤塗ったらより長持ちするかなと思って塗装していくことにしました。まあ正直ね、単管パイプで作るのもうちょっと安く上げれるかなって思ってたんですよね。まあ素人の見積もりですよ、本当に。まあ実際やってみて、これが足りん、あれが足りんでホームセンター何回も行って、買い物ばっかりしたらもう財布から1万、2万ってどんどん消えていくんですよね。まあ、単管パイプ1本ね、1000円で買えるんですけども、そのクランプですよね、クランプ。必ず2個いりますからね。それだけで500円ぐらいですから、1本1500円。で、キャップつけて1600円ぐらい。それが1本、2本、3本、4本で、まあ、本当にね、あれ、さっきまでもうちょいお金あったのにね、なんかそんな感じで、どんどん財布が軽くなるっていうのを実感しましたよ。おまけにね、慣れない作業で全然進まないですし、やってみて、やっぱこっちの方がいいかなと思ってね、ボルトを緩めて、パイプをずらしてみたいなことを繰り返したら本当に進まなくてね、まあ貧乏暇なしってのはまさにこのことになって思いながらね、巻き棚作りを進めていってましたね。そういえばこの間ね、このかけなドアを作った時に蝶つがいを真ん中にもう1個足した方がいいですよっていう風に教えていただいて、まあそれをね実践してみました。また表札がね、色が合せないかなっていうことを心配してくださってる方がいらっしゃったので、ニスをね、塗ってみました。クリアラッカーっていうんですかね。これ塗ってみて結構良かったですよ。木のね、この年輪のところが深みが出てきて、結構艶やかな感じに仕上がりましたね。これはやってよかったなって思いますよ。きっかけをくださってありがとうございます。こんな感じで出来上がりましたね。テカテカな感じでいい感じですよね。初めはね、しっかりしたものが作りたいとか言ってましたけども、手に腹は変えられないので、ちょっとでも節約になればと思って、ポリカナミータをね、バーナーで炙って曲げるっていうね、暴挙ですよ。こんなことをね、やってみたりしますので、また次回もね、よかったらご覧になってください。今回も最後までご覧いただきまして、本当に感謝です。また次回よろしくお願いいたします。